はい、皆さんこんにちは、ガジログです。今日はですね、もう早速本題に入りたいと思いますけども、このレドミスマートバンドプロのこのバンドですね、バンド交換の方法をお伝えしたいと思います。実はコツがありまして、これさえクリアしてしまえば、実はあとは別に問題なく交換することができるようになります。これがですね、いろんな YouTube の方でも私検索したんですけども、全然出てないんですね。ですので、もうこれは私がもうやるしかないなっていうことで、自分を奮起しまして、このように動画にしています。では本日も行ってみましょう。早速なんですけども、ボッチがありますね。ここにも、ボッチがあります。このボッチを押しながら引き抜くというやり方になります。最初めちゃくちゃ硬いので、ちょっと指のねこの先が痛くなると思います。ここね、ボタンをここですね、プッシュしながらめちゃくちゃここちょっと見ててくださいね。はい。今結構簡単に抜けちゃいましたけど、この最初の純正のバンドの時にめちゃくちゃ硬かったです。親指の先っちょがめちゃくちゃ痛くて、もうこれやばいなということで何度も諦めようと思ったんですね。そして外れますとですね、このようになります。ここの部分が後ろから見るとこういうふうに分かりますかね。つまりこれがちゃんと稼働するようになっていますので、機能するわけですね。で後ろから押し込むことによってここのバンドの噛んでる部分が外れる仕組みになっているようです。もう一回やってみますね。はい。こんな感じになっちゃいますね。なかなかちょっと動画撮るの難しいんですけど、こちらもやってみたいと思います。こうね、親指で先っちょで、はい。ということになります。こちらの今別で外した方なんですけども、こういうふうにねちゃんと動くようになってますね。仕組み自体はシンプルなんですけども、なかなか最初硬かったなという感じです。そして今外れた状態がこれですね。シンプルですね。こんな感じですね。では戻したいと思います。戻すときはこれを横から見ていただくとこんな感じですね。こうやって噛む形で押し込みます。はい。これはもう全然問題ないと思います。はい、こちらもはいカチッとはっきりねこっちの方はなりました。そしてバンドがこのようにはいパチッと、こういった形状で装着ができるということですね。純正のベルトよりもこの交換バンドですね、グレーを選んだんですけども、グレーというか本当にかなりブラックに近いですね。でも純正のものはこれよりもブラックのねバンドが純正でついていましたので、これよりも黒かったです。いかがですか？もうちょっと他の色もね購入してみようかなっていう感じになってきました。とりあえずここが外れない限り交換するっていうことができませんのでね、本当に頑張ってぜひ外されてください。自己責任でぜひお願いいたします。そしてこのようにはめて完成ということになりますね。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。